ワークアウトお疲れ様です。スマートワークアウトのヨッシーです。本日はダンベルルーマニアンデッドリフトについて徹底解説していきます。ハムストリングスのトレーニング種目としてレッグカールを思い浮かべる人は多いと思いますが、レッグカールを行うためには専用のトレーニングマシンが必要になりますので、ジムなどの施設に行かないと実施が難しくなります。なんとか自宅で効果的にハムストリングスを鍛える方法はないかと考えたことはないでしょうか。そのような方のために、今回はダンベルルーマニアンデッドリフトをご紹介します。ハムストリングスのトレーニング効果を最大化するためには、ハムストリングスを構成する筋肉の特性や、トレーニング種目のメカニズムを理解して、トレーニングのコツをつかむことが大切になります。しかし、そのことを知らずに損をしている人も多いです。そこで今回は、1、ルーマニアンデッドリフトで使われる筋の構造と働き、2、ルーマニアンデッドリフトのメカニズム。3、ルーマニアンデッドリフトのフォーム。4、よくあるエラー動作。5、エラー動作の修正法。6、効果的な負荷設定とセットについて。7、年間トレーニング計画の立て方。以上7点についてできるだけわかりやすく解説していきますので、過去にご紹介した自重で行う下半身トレーニングの動画と合わせて、ぜひハムストリングスのトレーニングのバリエーションに加えてみてください。ダンベルルーマニアンデッドリフトをやったことのない人はもちろん、すでに行っているという中上級者の方も、今一度立ち止まっていただけると嬉しいです。それでは行きましょう。ルーマニアンデッドリフトで使われる主な筋肉について見ていきます。脊柱起立筋と多裂筋は脊柱の固定の働きがあります。大臀筋は股関節の伸展の働きがあります。ハムストリングスは大腿二頭筋、半腱葉筋、半膜葉筋で構成されており、股関節伸展と膝関節の屈曲の働きがあります。特にルーマニアンデッドリフトでは、股関節伸展に対するハムストリングスの関与が大きく関わることになります。ルーマニアンデッドリフトの運動は、体幹を固定し、膝関節を固定した状態で、ハムストリングスをストレッチさせた状態から股関節を伸展させる運動になります。レッグカールとの違いは、レッグカールは膝を曲げ伸ばしするトレーニングで、ハムストリングスの短縮ポジションでのトレーニングになりますが、ルーマニアンデッドリフトは股関節を曲げ伸ばしするトレーニング、すなわちハムストリングスのストレッチポジションでのトレーニングになります。この伸長刺激がハムストリングスの成長を促します。実際に私もルーマニアンデッドリフトを行うと、ハムストリングスが強烈な筋肉痛に見舞われます。ダンベルルーマニアンデッドリフトのフォームです。開始姿勢はダンベルを両手で持ち直立します。足幅は腰幅くらいに開き、膝をわずかに曲げます。下ろす動作は膝の角度を固定して骨盤から上体を前傾させます。背中は常にまっすぐに保ち、股関節のみ曲げていきます。ハムストリングスのストレッチが十分にされていると感じる位置まで下ろします。上げる動作は下ろす動作と同じ軌道でゆっくりと上げていきます。よくあるエラー動作です。下背部が丸くなる。これは腰を痛める危険性が高くなります。上背部が丸くなる。これはバランスを崩す危険性が高くなり、腰や背中を痛める危険性も高くなり、姿勢にも悪い影響が出てしまう可能性があります。背中が丸くなると、図のように脊柱へのストレスが激増してしまい、椎間板などを痛めてしまう危険性が高まってしまいますので、絶対に避けてください。下ろす動作で膝が同時に曲がってくる。スクワットのように大腿部の前面に効いてしまい、ハムストリングスがストレッチされず、トレーニング効果が減少します。かかとが浮く。バランスを崩し危険です。エラー動作の修正法について説明します。
下背部が丸くなるエラーに関しての修正法は、ヒンジ姿勢の獲得をするためにグッドモーニングエクササイズを行います。これに関しては過去の動画で詳しく説明していますので、こちらをご参照ください。上背部が丸くなるエラーに関しての修正法は、胸椎、肩甲骨のモビリティを獲得することが必要になります。こちらに関しても過去の動画で詳しく説明していますので、こちらをご参照ください。膝が前に出すぎるエラーの修正法は、しゃがむ動作で股関節を先に曲げ、続いて膝関節を曲げていくという順番で行うと良いでしょう。かかとが浮いてしまうエラーの修正法は、しゃがむ深さをかかとが浮く手前で止める。かかとにプレート等を敷く。足関節の背屈可動域を広げる。などが挙げられます。効果的な負荷設定とセットについてです。まずステップ1。重さ 20rm。1セットあたりの回数15回。セット数は3から5セット。週間頻度2から3日。実施期間1から2ヶ月とします。ステップ2。重さ15から 20rm。1セットあたりの回数15から20回。セット数3から5セット。週間頻度2から3日。実施期間2から4ヶ月とします。ステップ3。重さ10から 15rm。1セットあたりの回数10から15回。セット数3から5セット。週間頻度2から3日。実施期間は2から4ヶ月とします。ダンベルデッドリフトでは、バーベルデッドリフトのように高重量でのトレーニングができないため、トレーニングボリュームを多くすることを心がけてトレーニングを頑張りましょう。年間トレーニング計画は、まずステップ1を1ヶ月、ステップ2を3ヶ月、ステップ3を2ヶ月行ったら、またステップ2に戻って3ヶ月行います。これはあくまでも例であり、それぞれのステップの期間はご自身で判断していただいて大丈夫です。判断の目安は筋力の成長が停滞し始めた時期が良いでしょう。上級者になればもっともっとたくさんのバリエーションが考えられます。筋肉の成長を楽しみながらトレーニングを頑張りましょう。この動画を気に入っていただけたら、今後の配信を見逃さないようにチャンネル登録、高評価をぜひお願いします。この動画についてのご意見、ご質問などはコメント欄へどうぞ。公式 LINE や Instagram、X からも受け付けています。また、番組に対するリクエストも受け付けていますので、やってほしい内容などがありましたら、ぜひ遠慮なくリクエストをしてください。それではまたお会いしましょう。